これまでの私は研究者として研究論文を書くことしかしてきませんでした。でも、日本文化を支えていくのは研究者ではなく一般の方々です。研究者だけに論文を通して発表していても限界があり、広がりはありません。もっとたくさんの方々に素晴らしい日本文化がたくさんあるということを知っていただくためには、どうしたらいいのかと考えていた矢先に、和楽という雑誌から連載のお話をいただきました。まさに渡りに船とはこのことと連載を引き受けし、もういつの間にか10年以上が経過しております。自分と全く同じ研究をしている人はいませんし、研究論文は書いてもその研究テーマに少し関わりのある方が読んでくださるだけです。フィードバックをくださる方もそんなわけであまり多くはありませんし、書いてから出版されるまでの時間差もあります。でも雑誌ですと書き上げた1ヶ月後には紙面になって世の中に出ます。そのテーマにもともと興味がなかったとしても、日本文化に興味を持っていらっしゃる方全般が読んでくださいます。読書アンケートに書いてある感想を編集の方通して伺うこともありますし、行事等でお目にかかる方や街中でたまたま出会った方に和楽の連載楽しみに読んでますなどとお声をかけていただく機会が増えました。自分の声がきちんと届いているということを実感することができることは本当に励みになっています。基本的には私が面白い、素敵だと思っている様々な日本文化の話をすることで、読んでくださる皆さんと思いを共有できたらいいなと思いながら文章を書いております。最初の2年は日本全国、時には英国まで足を運び、日本美の心を探す旅をしました。作家さんや職人さんにお会いしてお話を伺う機会が増えましたが、ご説明をいただく中で、これを作ってくれる職人さんはもう一人しかいないんですよ、などというお言葉をよく耳にするようになりました。せっかく継承する技術は残っているのに、それを支える様々な素材や道具がなくなりつつあるがために、残していくことが困難になっている日本文化が数多くあることを知りました。そして、いつの頃からかそのなくなりゆく日本文化の最後の砦とも言うべき最後の職人の方たちにお話を聞いてみたいと思うようになり、最初の日本美の心の連載に一区切りをつけた後は、最後の職人に出会う旅をするようになりました。職人さんの思いは100人100用です。静かに自分で幕を引こうとされている方も、この技術を何とか次世代に伝えようと意欲に満ち溢れている方も、なるようにしかなりませんからねと穏やかに微笑まれる方も、本当にいろいろな方がおられます。そんな最後の職人が京都にはたくさんおられます。こちらは長谷川非製作所という、非ってご存知でしょうか。シャトルと英語では言いますけれども、こちらを作っていらっしゃる非屋さん。昔は織物を作る工場にはつきものでしたので、全国にいらっしゃったと思いますが、今、京都に一軒だけになっております。この織物の縦糸の間に横糸を通す道具ですけれども、西陣に残る最後の日屋さんで、中学生の頃から家業のお手伝いをされて、高校卒業後から、お父様の下で修行を始められたそうです。材料は宮崎県産の赤菓子を使っています。とても菓子って木偏に硬いって書きますけれども、とても硬い木でありまして、最近は材料を手に入れるのが難しくなってきて、祇園祭の山鉾の車輪を修理用に仕入れるときに一緒に注文してもらうというお話をされていました。より硬く強くするために、さらにそれを10年以上乾燥させて使うそうです。このローラーの部分がこの真ん中のところにあるんですけれども、このローラーのひごまと言われるところは、薩摩つげの木を使っていまして、この糸が出てくる糸口は清水焼で作られています。これももう糸口作られる職人さんもいらっしゃらないのだそうで、もう最後のものを大量に作ってもらってそれを使ってらっしゃるということでした。で、織り手の方の好みに合わせてご注文を受けて、男性は少し重め、女性は少し小ぶりにしたりして、グラムセンチ単位で注文される方もいらっしゃるそうです。一つ作れば100年持つと
言われておりまして、使われるほどに馴染んでいくので、3代にわたって使ってくださっている方もおられるというお話を伺いました。だからこそ持ってしまうからこそ需要がなくなってしまうというところもあるんだと思います。で、私すごく好きなのがこの長谷川さんの後ろにある引き出しなんですけれども、座られたまま後ろに手を伸ばし、私多分手が硬いので体硬いので絶対届かないだろうなと思うんですけれども、なんかなんでしょう、ジブリのかまじいみたいな感じで手を動かされながら必要なものを取り出しておられました。もう振り向かずに座ったままで引き出されるので、これすごいですねって申し上げたの。自分の心覚えの場所に入っているから全部わかるんですっておっしゃっていらっしゃいました。で、お弟子さん取られないんですかというお話を伺いましたら、もうこの引き出しの場所を覚えるだけでも多分5、6年かかりますからねっておっしゃっておられて、なんか多分続いてほしい思いは終わりなんだろうけれども、それを伝えていくのが難しいって思われているんだろうなと思います。この西陣が最盛期であった1950年頃は年間数千丁の碑を制作してその修理にも追われていたそうですが、今は年間で200丁ほどの注文だそうです。ただ、数年前にですね、息子さんがお継ぎになられたそうで、よかったと胸をなで下ろしております。室瀬先生がいらっしゃる前にこの蒔絵筆のお話しするのはすごく気が引けておりますけれども、蒔絵筆の職人さん、京都にお一方いらっしゃいます。よいしょ。この、蒔絵筆ネズミの皮の毛で作るのが正式で、この真ん中にあるのがネズミの毛なんですけれども、なんかそのネズミはいるんですけれども、ネズミの皮をなめす職人さんがもういらっしゃらないのだそうで、なかなかこれが手に入らなくなってきていて、今は猫の毛で代用をされていますね。トムとジェリーみたいですよね。なんかネズミがダメだから猫っていう。で、その猫は猫でも西日本の猫がいいんだそうです。実はこのネズミの毛、昔もう多分30年くらい前までは1枚2、3000円で買えるものだったそうなんですけれども、今は1枚1万円くらいするようになってしまって、でまたこれたくさん毛があると思われると思うんですけども、実はこれ毛を取った後でありまして、漆の蒔絵筆に使えるのはもうまっすぐで傷のない毛だけで、この、毛皮1枚から使える毛は数百本だけなんだそうです。やっぱりその1万円の材料費から数百本しか使うことができないというのは、もちろん当然のことながら割に合わないということになるんだろうと思いますけれども、でもそれでもやっぱりこの質のいいねじ筆というのが漆の職人さんたち皆様大事にされるところで、背のところはまっすぐな線を引く用の直線用の蒔絵筆で、この脇の柔らかい毛を使って曲線を描くような蒔絵筆が作られるそうです。でそのいいねじ筆を使うと、1ミリの中に3本線を描くことができるぐらい繊細な仕事ができるものだそうです。よいしょ。この蒔絵筆の長さというのは毛にくくりつけた絹糸で調整できるので、蒔絵師さんが好みの長さにできるようになっているんだそうです。毛抜きはステンレスだと硬すぎて毛が切れてしまうので、新潟で真鍮のものを特別に作っておられるということでした。さっきもネズミの毛のお話でしたようにまっすぐな毛しかできませんので、猫の毛は綿毛がたくさんあります。でそれを櫛でしごいて
まっすぐな毛だけ残されるので綿毛が残るんですけれども、その綿毛はもともとは針屋さんとか座布団屋さんに渡して中身にしてもらっていたそうです。だから昔から先ほどの柘植屋さんの木くずも、染料として使われていたりですとか、この綿毛もこう座布団の中身になったりとか、昔から京都はやはり始末の心というか、もう今なんかこう SDGs とかって言われてるものでありますけど、昔からそういうサステイナブルなものづくりというのが行われていたんだなということを感じます。今の村田さんは、ここを卒業して本格的に始められても今、60年以上に、なられるそうですけれども、お父様と2人きりでお仕事をしてらっしゃったので、煮詰まってやめたいと思われた時も終わりだったそうですが、お客様が喜んでくださるのが喜びになって続けることができましたとおっしゃっていました。昔は一月に1,000本くらい作っておられたそうですが、今の生産量を考えると息子さんに継いでほしいとは自分からは言えないというお話をされていました。で、実際問題息子さんが継ごうかとおっしゃったそうなんですけれども、これでは食っていけないからやめときなさいって言われて、息子さんはサラリーマン勤めをされているということでした。こう一子相伝でずっと伝えられてきた技術なので、継ぎたくない人に無理やり継がせるっていうのはなかなかできないことだと思うんですけれども、その継ぐ権利を持っているお一方の息子さんが継ごうかっておっしゃったのに、いややめときなさいって言わなければいけないっていうのはなんかなんか胸が詰まる思いがいたします。現在作っていらっしゃる蒔絵筆は25種類ほどおありになって、去年一昨年ぐらいでしょうか、らんまんという朝ドラがありましたけれども、植物学者の牧野富太郎先生もこの蒔絵筆をお使いになっておられたそうで、ボタニカルアートの方たちがこちらの蒔絵筆お使いになっていられるそうです。こちらも手入れをすれば、約10年ぐらいは上手に手入れをすればこの蒔絵筆も持つものであるそうでありまして、やはりこれもまた需要がなければ作れなくなっていくものの一つなのだと思います。最後の職人たちを訪ねていく中で、亡くなっていくのも仕方ないことと思っていらっしゃる方はたくさんいらっしゃいました。その中で私がいつも思い出す言葉が、文化を保存していくために今何ができるかという議論をしていたときに、ある神職の方がきっぱりと言われた、残るべきものは必ず残るのですという言葉です。残そうとして無理だったものもたくさんあるけれど、真心込めて探求していれば必ず神様がほとえてくださるとその方はおっしゃいました。文庫化にあたり取り上げた職人さんたちに改めてご連絡をいたしました。亡くなられた方がお一人、お店を畳まれた方がお一人いらっしゃいましたが、あとは皆さんお仕事を続けておられ、後継者が見つかった方もおられました。いまだに最後の職人が仕事を続けてくださっているというのはありがたいことだと改めて感じています。どんな分野でもそうだと思いますが、何事も一人の力で成し遂げることはできません。例えば土をこね、焼き物で言えば土をこね、ろくろを引き、釉薬をかけ、窯で焼くところまで全部一人のでされる方もおられますが、土を配合するのは業者さんに任せておられたり、窯焚きの時はお手伝いを頼まれたりと、最初から最後まで全て自分一人の力だけで作り上げる工芸というのは幻想であると思います。有田の柿右衛門窯で言えば、絵付けをする人とろくろを引いてボディを作る人は分かれています。工房制作であったからこそ、江戸時代に海外で高く評価されたあれほどの作品を作ることができたとも言えるでしょう。現代の日本では、一人の作家が全てを作っていなければ偽物というような風潮があります。でも、漆を例にとって言えば、生地を作る、漆を塗る、その上に絵を描く、
金砂子を巻く、金箔を貼るなど、様々な異なった技術の集合体です。でも作家一人が全てを作ることによって平坦な平均的なものができてしまう可能性があるのではないでしょうか。4つの工程があれば 25% ずつに力が分散されるかもしれませんし、10%、10%、10%、70% かもしれません。それぞれの専門家が 100% ずつの力を出し切ることによって400% の作品ができるのではないかと私は思います。工房制作の方が質も高く、人件費もその分かかっているのに、工房物には作家物より安い値段がつけられてしまいますし、そうでないと売れないというのはとても残念なことです。日本の工芸というものは、親方がプロデューサー、ディレクター、そしてオーナーの役割も全て担ってきました。つまり、親方一人だけが最終目標を知っており、職人たちは自分たちが何を作っているかわからない場合も多くあります。逆に知ってしまうことで甘えやおごり、一人一人のプライドのようなものが出てきて、かえって良い作品ができなくなってしまう可能性もあるのでしょう。関わっている一人一人が個性を殺したものが合わさることによって強烈な個性を生むのが日本の工芸の特徴だと私は考えています。